はい、どうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、今日はですね、2025年の世界情勢だったり、日本の情勢だったり、の予測の動画になっています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、今年もやってまいりました。はい。年末予測ということでございまして、相変わらず私、草薙の方で、いろいろ伺わせていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、昨年末、それからですね、今年の中頃、2024年の中頃にですね、予測動画というのを出しておりますので、こちらのちょっと占いの振り返りを。そうですね。いつもちょっと嫌なんですよ。当たった、外れた、過去のやつの振り返りね。反省しないと前に進めないので、やらせてもらってるんです、こちらね。反省は大事ですね。はい。ということでございましたが、こちら、どうだったでしょうか？まあだったんじゃないかな。下半期でもね、遡って見ていきましたけど、一応1月上旬に日本にとって結構あんまり良くないことあるよって言って、地震があったり飛行機の事故があったりとか大変だったと思いますし、例えば陽気比的な人というか、天狗になったりすると、その鼻っ柱折られるよ、みたいな。芸能とかのスキャンダルでも、お笑い芸人の女性芸人の方とか、女性で特にそういう悪目立ちした人が出てくるよっていうお話したんですけど、いらっしゃったかなとは思います。何ちゃんかわかんないですけど、大変そうでしたね。なんか、ふわっとね。あと一個一個事象を見ていくんだったらば、一個前の、下半期の運勢でも上半期は振り返りしているので、どっちかっていうと後半戦が合ってたかどうかの確認になるかなと思います。例えば、言論弾圧とか、そういうのあるんじゃないかと、6月末前後って言ってたんだけど、そこはニコニコとかが使えなかったりとか、確かになんかね、こう圧迫感みたいなのあったと思うんですね、言論空間に。で、それもあったし、で7月から12月にかけては、例えばスキャンダルとか、下品な話題とか、どんどん出てくるよっていうこととか、日本はちょっとエンタメとかね、盛り上がるかもしれないっていうお話したんですけど、割とそうだったんじゃないかなと思います。例えば、スキャンダルで言うんだったらば、世界的には、下品なニュースとかスキャンダルみたいなこと僕お話ししてたんですけど、リリーさんというか、これって大丈夫なの ?YouTube。もう大丈夫なのか。検索したら出てくるんですけど、YouTube では言えない、なんとか売買とか、幼児とか、なんかいろんなキーワードをね、検索していけば多分出てくると思いますので、そういうの出てましたよね。日本も、やっぱりそういうスキャンダルで言ったら僕、割と好きだったんですけど、ジャングルなんとかさんというか、ちょっと悲しいなみたいなのありましたよね。そういうのもあったんじゃないかとか、そんな時期だったと思うんですけど、合ってるかな？僕は結構いろんなエンタメも含めて、そういうニュースは多かったんじゃなかろうかという印象は。そうだよね。あとは、11月くらいも言論弾圧がどうのみたいな、大統領選で、みたいな話をしてたけど、大統領選は、報道の仕方として著しく中立性はなかったと僕は思います。日本のメディアもアメリカのメディアもね。どっちが良かったとは、僕は言えないけど。僕は普通に一般視聴者として見てる限りだと、そっか、そっちが勝つんだなっていう風なニュースが多かったんですけど、実際の結果はなんだかちょっと違ってたような印象を僕はちょっと。そうだよね。だからそういうのもあったし、SNS 規制しようじゃないかみたいなのがね。ありますね。なんか今、ちょうど報道されてたりとか、なんか不穏な空気みたいなのは流れてるような気は僕はするし、この動画が流れる頃ってどうかなっては思うんだけど、ちょうどウクライナにバイデン政権、トランプさんになるまでのつなぎのバイデン政権が長距離ミサイルをロシアに撃っていいよっていうのを許可して、で、実際撃っちゃって武器庫とか爆発してたりとかっていうのがあるけど、全然テレビでどのくらい流れてますかね？あまり僕はいわゆる大手のメディアさんのネット媒体では見かけないような。ヤフーにちらっと出てるかなとか、テレビもどのくらい流してるんだろうって。で、そこがメインじゃないよね。アメリカとか、ヨーロッパは結構もう第三次大戦になるんじゃないかみたいな感じで煽られてるわけですよ。だけど、日本は報道管制、報道規制わかんないけど、そういうのがあるかどうかわかんないですよ。だけど、その辺はもうちょっと伝えた方がいいんじゃないのっていうのがあるので、11月の中旬のなんかその言論弾圧っぽい空気っていうのも外れてないんじゃないかなと個人的には思ってますと。あとは12月の振り返りで、12月まだ起きてないからね。そうですね。はい。ということで、ここまで2024年を振り返ってきたわけですけども、なかなか日本もそうですし、世界もなかなかな感じですけれども、これからちょっと、2025年のね、運勢をお伺いする前に、世界情勢。
っていうのが、まあどうなっていくのかっていう、この対極観的なところをね、まあメンバーシップでは実はそうね。喋ってる喋ってる。いるんですけれども、改めてちょっとこの皆さん向けにね、お伺いできればと思うんですけど、どうなっていくんでしょうかね。ガラガラポンです。ガラガラポンって多分みんな世間でそんな使ってるワードじゃない気がするんですよ。本当？いや、大変だと思うよっていうのがあって、西洋とかインドちょっとごちゃごちゃにこう喋っていくと分かりづらいかもしれないけど、まあ西洋で話した方が伝わりやすいのかな。要は、冥王星が2024年の11月20日、実はこれ収録日なんですが、ここで移動します。今までもちょっと水亀座に入ってきたり何回かしてたんだけれども、入りますと。で、前回冥王星が映ってたのいつかっていうと、独立戦争とか、フランス革命の時代なんですよ。どっちにしろとんでもないじゃないですか。どっちにしろとんでもない。日本も大飢饉ですよ。そうなってくるとかなり日本、世界も大変な時代に。そうそう、天明の大飢饉ってやつね。人口もかなり減った。プラス、前回の動画でインドの星座で大牛座、西洋で言ったら大体双子座。25年からこれも入るんですよ。双子座にね。風の時代ってこうなんだなーっていう7年間になるんです。本当の意味での風の時代が分かってくるのはここから。こっから。もう分かってくるとさすがに思うけどっていう感じです。かなりでも大変な感じいや、それはそうですよ。だってその7年で言っても前回は第二次世界大戦だし、その前は幕末、アメリカだったら南北戦争、インドと、イギリスで、セポイの反乱とか、なんか教科書で習ったよね。歴史。なんとなく言っていいです。で、その前独立戦争だから。それもあるし、日本はやっぱり人口減というか、五公五民みたいな感じで税金ガーンって田沼政治で上がって、さらにちょっと飢饉も来てっていうダブルパンチ、庶民がめちゃめちゃ苦しかった時代ですよね。で、どんどん84年ずつこう戻ってってみてもいろいろあるんです。古くは平の正門の乱とか元寇とか、あるんですよ。風の時代ってじゃあどんな時代だったっていうと、じゃあ前回は鎌倉時代から室町にかけてですと。その前は古墳時代だったり、するわけです。実は日本人の本州の人の DNA って古墳人っていうのが半分ぐらいだって知ってますか？古墳人がだから古墳時代に移民してきてるんですよ。はあ、なるほど。ということはだから、風の時代に移民してきてる。それから前回の風の時代はどんな感じだったかっていうと、元寇っていうのがやってきてるっていう感じで、その前はもう弥生時代なんですよね。弥生時代も渡来人とかなんか習ったんじゃないかななんていうふうに僕は思いますよと。で、弥生人が 30% です。みんな大好き縄文人は 20% ぐらい。なるほどね、そうなってくるとかなり日本というのもこういろいろと風の時代っていうのは根血が進むかななんていうふうにはまあ悪いことじゃないです。国際的に開かれていく可能性があるっていうことで、言葉の壁なくなるから AI の時代でもあるんですよ。テクノロジーが一気にパーンとこう水亀座に入って進むので産業革命が起こるわけですね。これから20年かけて、特にこの7年で一気に進みますと、そんな時代なんですよ。とんでもないですね。とんでもない時代。で、日本の運勢がここ特に3年くらい、ちょっと僕は微妙だと思っていて、それとも重なるでしょ？だから、大変だよ。普通に。そんな時代に入っていくぞという2025年。そうです。だって、あと冥王星で、2サイクル戻るとザビエルとか鉄砲の時代ですからね。冥王星水亀座って。グローバリズム開始じゃないですか、それも。いろいろ重なるなとか、個人的には思いますよ。歴史が変わるみたいな。変わります。だから、文治地震とか言って、鎌倉時代の地震とか、1200年頃も南海トラフとか、風の時代って、特に天王星が双子座で西洋の人は見てってもらえばいいかなとは思うんですけど、いろいろあります。で、天王星のサイクルで見てったら、だって桜田門外の変とかさ、テロでしょ？要は、はしかとかコレラが流行したりとかさ、疫病でしょ？池田屋事件とかもあったりするわけですよ。もうだから教科書だったよ、本当に。とか第二次大戦で、南海トラフもあったでしょ？その頃、太平洋戦争。で、原爆も落ちたでしょと。敗戦終戦したでしょ？水害とかも、だから明治の時だったらあったりとか、ろくでもないですよ。で、奴隷解放宣言とかあるでしょ？トランプさんは DS？と戦うとかなんか言ってますよね。既得権益ですよね。そんなことも言ってるし、いろんなこと起こるんだろうなって思いませんか？これで起こらないというのが難しいでしょうね。時代は変わるだろうっていうことは絶対わかるよね。そんな時代なんです。風の時代またね、お隣の中国も変わるんですよ。中国が変わるのは日本影響あるんじゃないですか？めちゃめちゃあります、多分。どう変わるんですかそれ？だから前回の風の時代って宋から元永ですよ。どんどん圧力で南宋筋肉をやられて、なんか覚えてません？わかんない。世界史先行してなかったらあれだけど、モンゴル帝国に漢民族が一回やられちゃった
時期ですよ。モンゴル帝国って本当に世界を征服みたいなそういう印象ありますけど、そういうような時代が前回あったわけですもんね。まあだから元寇もそうですよね。その時代だし、あとは三国志の後の時代です。三国志の後の時代となるとまたこれはやっぱりね、分裂っていうか、南北にちょっと分かれたりとか、上からぐーっとこう押されてた時代ですよね。まあ最初は義ですけど。だから、そっから古墳人って来てんじゃないかなとは思うんですけどね。で、その前は、春秋戦国時代って覚えてます？キングダムの前の時代。その時代が中国には訪れてると、なると、それはもうだって日本に対しての影響なんていうのは、5個16国とかなんか微妙になかったでしょ？ありましたね。うっすらこう、そんな感じだよね。だから、結構あの国も荒れますと。で、希望を見出すんだったら、どの時代もね、宗教が流行ってるんですよ。古墳時代だったらコンスタンティノス帝がキリスト教国教にしたりとかありましたでしょ？はい。鎌倉時代とか仏教っていうイメージないです？あ、確かに。古墳時代に仏教伝来してるよね。ギリギリ多分風の時代だと思います。で、仏教伝来しますと。その前の春秋戦国時代って諸子百家じゃないですか。だし、プラトンとか出てきたりするわけですよ。宗教という部分もそうですけど、哲学みたいな。そう。だから、テクノロジーがスコーンってこう発展しちゃうわけです。スコーンってこう発展しちゃって、地政学大きく変わりますよと。ゲルマン民族大移動みたいなさ、いろいろぐちゃぐちゃになっていくわけです。移民だったりなんだったりで、世界がね。そんな時代にみんな考えるわけ。で、AI がさばききれない魂みたいな部分を多分追求するような、そんな時代になるから、心の時代っていう意味では、スピ系の人が言ってるようなスピリチュアルな時代だよっていうのは合ってる。ただ、社会に起こることっていうのは、ソードのカード、タロットのソードのカードを思い出してほしいんだけど、剣ですよ。分断の時代なんで、それなりの覚悟はみんな人それぞれ必要だし、そうやって圧力があるから覚醒するような時代になるわけですよ。なるほどね。技術革新もあるし、世の中は荒れまくるし、だからこそ人々がある意味では進化するんじゃないかぐらい。そう。だからそれがもう始まるぞと。まあそんな時代なんですが、まあ一個一個見ていきましょうか。では、ちょっとここからね、各先生術、占いを用いて、ちょっと解説していただければと思います。まずはですね、このですね、動画のサムネイルにもありますが、東洋戦、西洋先生術、インド先生術と、これ書いてるわけですけれども、まあ、それぞれのちょっと戦術ごとに、まあ、どんな感じになりそうかっていう、まあ、雑感的な感じで伺えればなと思うんですけれども。じゃあ、まず東洋で見ていきましょうか。東洋で言ったら、チャス先生との動画でも話したんですが、三元九運って言って、風水のサイクル、大きいサイクル、180年ごとのサイクルっていうのが、変わりますよと。540年の3段階のサイクルがあって、それも変わるから、もう時代が変わる。今年、2024年から変わって、2年目ですよっていうような感じで。だから、この20年とか幕末みたいな感じになったりするよとか、大きく時代が変わる。だから、平安時代とか、鎌倉時代とか、室町時代とか、江戸時代とか習うじゃないですか。そういうのの大きな激変が起きるようなサイクルに東洋だと出ているんですね。その中の副東家って、これナッチン水明って言って、木の絵達と木の富。だから24年と25年ってペアだったり陰陽だったりするんですけど、こういう年って特に女性注意なんですが、気ぐらいの高い人とか、美人さんとかが活躍するんだけど、行き過ぎると、まあ痛い目見るよっていうような、時代だったりは、しますと。だから、調子に乗った人からまあ落下していくと。24年も調子に乗ってた人がやっぱりテレビに出られなくなっちゃったりとか、なんかあったと思うんですね。その傾向は25年も続くだろうと。基本的には、まあ24年に似てるんですが、木の絵の年って、大木のようにぐーっとこう伸びていく。なんか発展性があるんですが、木のとってお花なんですね。だから、どちらかというと、そこでいろんなニュース、細かいニュースがいっぱい起きていくようなイメージ。それから蛇年だったりするので、蛇年っていうのは、新しい挑戦とか、まあ変化に前向きな年って言われてるんですが、どちらかというと、努力、蛇のように辛抱強く、粘り強く何か頑張っていくっていう感じなんで、庶民にとっては結構粘り強さが試されるような年になると思います。あと、やっぱりね、玉の腰とかに乗れる人がどんどん出てくる感じなので、人によったらなんか結婚とか、なんかそういう話題っていうのは結構世間を賑わすんじゃないかななんていうふうに思っています。なるほど。玉の腰、結婚、なんかおめでたいことが増えるといいですね。
そうですね。あとは、同じオツのキノトの見通しって1965年なんですが、マルコム X の暗殺とか、地震とかがあったりとか、全部が全部いいわけじゃない。インドとパキスタンとかが戦争状態になったりとかっていうような感じとかあるので、相変わらず戦争みたいなニュースはあるんじゃないかなとかは思いますね。なるほど。まあ、いいことばかりではなかなかない。けど、イザナギ景気とかの時期だから、そんなに、まあけどな、世界情勢見るとどうだろうなとは思うけど、さあ、そんなことがまあ、東洋線だと、まあ、見ることができるんじゃないかというところでございますね。では、西洋だとどんな感じでしょうか？西洋だと、春分図とかで見ていくと3月までは、3月20日までは春分なんですよ。だから、最初の3ヶ月と、それからその後の、1年っていうのは違いますと。先に見てると去年の動画のおさらいになっちゃうんですが、外交とか、不安定ですよっていうことと、庶民はまず自分のことみたいな。まず自分がどうしていくかみたいな考えるし、海外とかに結構振り回されるんじゃないかっていう話はしてました。やっぱり国際情勢に日本って、ここ数年特にそうなんですが、振り回されてるんじゃないかなっていう感じは、します。多分、その3月20日までの間にもいろいろ起きてて、それはちょっとこの後、詳細は話そうかなと思います。それから、2025年の春分図ちょっと出しますね。それで言うと、どちらかというと、庶民はイライラしたりとか、大変。あとね、また風とかじゃないけど何かあるんじゃないかなっていう気は、僕はしますと。太陽とね、ちょうど海王星が重なってたりするんですよね。そういった感じから薬に関することとか、薬害って言ったらまずいのかな YouTube ってわかんないけど、海王星的な意味ですね。酔っ払うとか、薬とか、幻想的なとか、見えなくなることとかで、いろいろ苛立ったりとかっていうことが増えるんじゃないかなと、個人的には思います。外交はまあ、頑張って交渉していくんじゃないかなと、日本に関して言えば。これ日本の運勢で見てますからね。世界っていうよりも春分図なんで。あとは、ちょっと現実逃避とかね。なんかそういうことする人も増えるんじゃないかなと。世界的には、戦いが目立つ感じになるかなとか、争いとかね。その、攻撃性を表す火星が、ちょうど日本だと18星にあって、これって満州事変とか、なんかその頃のチャートに近いような気がするんですよね。だから戦いとかなんかそういうのがメインになると。しかも蟹座にあるので、ほら、2025年7の月みたいな話題になってるじゃないですか。だいたい蟹座の20度に火星があるから、大きっていうかなんかタイミングとして出てくるとしたら、これが7月の中旬くらいだったりはするわけですよ。で、なんでちょっとなんか、やっぱり7月何かあるのかもなーなんていうふうには、一応見えるような春分図にはなってるっていう感じですかね。今ね、都市伝説とかでね、すごく。僕は衆参同時選挙とかで、次の選挙がめちゃめちゃ大事になるんじゃないかなとか、そんな風には捉えてますけどね。なるほどね。わかりました。そうしましたらば、最後に、インド占星術で見た1年の雑感というのをお伺いできますでしょうか？まず、インドで見ていくと、2025年の3月までは去年までの運勢の影響を受けると思ってください。で、去年までの運勢っていうのは、やっぱりね、国際情勢とか海外の、話題っていうのがインドで見ても結構目立つような時期。実際目立ちましたよね。あちこちで選挙ありましたし、やっぱり戦争、イスラエル戦争もそうだし、それからウクライナ戦争も、そうですし、トランプさんがね、勝ったりとかいろいろあって、国際情勢に結構基本は振り回されてたと思います。この2024年の魚座新月図っていうのでインドを見てるんですけれども、基本的に今回日食なんですね。だから光が見えない社会情勢がちゃんと、庶民がわからないような、年になってるよと。で、その影響がもうエンタメ的にごまかされる、ような感じの傾向に7月くらいから入っていて、7月くらいにだってほら暗殺の、事件とかありましたよね。だからあの辺からまあそういう流れっていう感じです。で、12月から変わるんですが、いよいよ12月太陽が入ってきたりするので、まあ、日食の影響っていうのがこの3月の変わるまでっていうのを、この春までっていうのは結構ありますよっていう話を去年の動画というか、今年の動画わかんないけど、そういうので、やってます。なんで、最初の3ヶ月よくわかんないと思います。なんかいろんなこと起きてるけど、どうしたらいいんだろうみたいな感じ。結構一般庶民というか、みんなどうすればいいのかって。そう、わかんないんじゃないかなっていう。俺だってね、どうしようかなって思いますよ。正直こんな時代だと。なるほど。これがまあとりあえず3月まではそんな感じだというところですが、4月以降はインドですか？4月以降のインドちょっと見ていきますと、実はね、
今年も2年連続で日食っつったら怒る怒るも何もないと思いますよ。ちょっと日食気味なんですよ。気味。だから、相変わらずその傾向は続きますと。社会情勢、何が起きてるのか、庶民が分かりづらい感じにね。それはまたちょっと困りますね。やっぱり国際的な流れみたいなので、よく分かんないなっていうのが、最初特に春はあって、徐々にそれが見えてくるかなとは思います。ただ、本当に陰謀とか、悲惨なこととか、災難とか、そういうのは多分いっぱい、出てくるんじゃないかなっていう年なので、特に日本は、そういうのに振り回されるんじゃないかななんていうふうには僕は思います。なるほど。かなり振り回される感じがしますね。そうです。そうですとか言っちゃった。まあそうだと思うけどね、普通に。あとナショナリズムとか、なんかそういうのが日本はテーマになるかなっていう感じはします。ナショナリズムということは、国粋主義ということですかね。そうあれですかね。いわゆる右翼的な感じなんですかね。感じですかね。そういうのが結構テーマになっちゃうんじゃないかなと。あと海外は、なんか正常化に向かうのかなとは思いますが。っていう感じですかね。今結構混沌としてるように思いますが、もう少しこれが落ち着く可能性はあるんじゃないかと。ある。なるほど。一旦ね、なんとか落ち着けようっていう動きは強くなるんじゃないかと思いますが、っていう感じ。なるほど、ね。日本はどっちかっていうと微妙。なるほど。さあ、ここまでですね、対極的にどうなっていくかっていうお話、それから2025年が1年で見たときにどんな感じかを見ていただいたわけですけども、もうちょっと細かく、各、時期ですね、こんなことあるかもよっていうところをちょっとピンポイントで教えていただけたらと思うんですけども、まずこの年末から春先ぐらいまでですかね、どんな感じになりそうでしょうか。まず年末年始ね、12月の頭くらいから、海外情勢で嫌なニュースとか入ってくると思うんですよ。要は日食の時期になってくるので、何が起きてるんだろうかわからないみたいな感じね。例えば、現時点でも第三次大戦前夜みたいに言われてたりするわけですよ。バイデン政権が武器の処理というか、するんじゃないかみたいなこと言われてますよね。だから、どこまで、それが本当かどうかはわかんないですけど、ちょっと怪しいよ。あとは風はなんか年末年始注意ねっていうような感じはしますと。日本はなんとなく諦めみたいな空気は流れてるんだけど、例えばリーダーとかは日本が頑張らなくちゃいけないみたいなこと言うんじゃないかなと。12月とか思います。ここは頑張んなくちゃいけないっていう感じでね、言うんじゃないかなと。あと、年末からさっき言った通り、冥王星が水亀座に入ってきて、水星金星とか、入ってくるので、AI とかで、なんかすごい技術みたいなのが、年末、今でもすごいんだけど、AGI の一個手前くらいのが、来るんじゃないのかな、なんていうふうには思っています。問題は1月23から3月29なんですよ。ここで流れが変わるんです。流れが変わる。トランプさんになるからなのかなとは思ってるんです。荒れてるから、本当シビルウォーとかなってもおかしくないと思うんですよね、アメリカって。不法移民全部1000万人以上いるんでしょ？追い出すって言ってるから、それは多分争い生まれるじゃないですか。だから、どういう風になるんだろうなって、占い師だけど、全部がわかるわけじゃないんですよ。星見て大体こんな感じかなっていう。そういう予測してるだけなんで、だから、なんとなく流れ的には、戦争とか終わってくような感じになるんじゃないかなっていうことと、日本はね、はしご外された、特に日本のメディアかな？メディアとか政治家とかは、はしご外されてくような感じになるんじゃないかなと。そういうことだったの？とか、そういうのが日本人も見なくちゃいけない感じになるんじゃないかなと、個人的には思っています。これまでのこういうのってこうだったの？みたいなのが、いろいろ出てきて混乱する人も増えるんじゃないかなと。そんな中で、例えば1月30日前後は日本ってトラブル起きやすいタイミングになりますし、2月の中旬とかって、ちょっと災害あるかな？災害かテロか、ちょっと荒れそうな感じには出ています。3月は、去年の動画でも言ったんですが、海外からの影響どんどん来るんですよ。いろんな誤情報みたいなのが拡散して、何が本当か分かんなくなるのね。で、ここら辺で言論の統制みたいな感じになるから、SNS 規制とか、そういう話がどんどん出てくるんじゃないかなと。3月の9日から25っていう感じです。で、この時期、なんでそれをするかっていうのは、とか、どこまで言っていいんだこれ。わかんないけど、それの締め切りがあるんです。離脱するかどうか。っていうのがあって。そこら辺の話じゃないかなと思うんだけど、これを YouTube で言っていいのかどうかがまだわからない。これは。P が入ってると思います。なるほど。僕が入れてると思います。だから、
そこら辺に関してじゃないかなとは思います。で、陰謀論飛び交うからねっていうのはあらかじめ言っております。それから3月の29から5月18日くらいっていうのは、海外の方とか中心に、戦争とか疫病とかそういう話題が結構流行っています。世界はね、一見景気良くなっていくかのように見えると思うけど、災害とかはあるかなっていうふうに思うんです。日本は外交とか交渉がテーマになってるかな。個人的には趣味とかね、なんか現実逃避系のコンテンツが流行るかなっていうことと、5月の中旬、来年7月がまずいって言ってるじゃないですか。だけど5月の中旬の方が僕は災害なのか何なのか、日本にとってあんまり良くねえだろうなって思います。14日前後。だと思います。なるほど。まあちょっと5月まで入っちゃいましたから、ちょっとね、春ぐらいまでちょっと見ていただきましたけども、まあ7月より5月の方がなんかいろいろありそうだなっていうところも気になりますけども、ちょっと引き続きいきましょうか。春から真夏、秋、この辺ぐらいまでってどんな感じでしょうかね。なんかね、やっぱりね、国粋主義っていう匂いなんですよ。国粋主義？ナショナリズム。だから、ナショナリズムが上がるっていうことは、仮想敵国みたいなのが外にいるんじゃないかなっていうのはちょっと気になる。仮想敵国が外にいる？これは怖いですね。あと、なんか戦争景気っぽいような空気はあるんだよ。変なバブルがあちこちで起こりそうな気がする。だから、金融も相当危なっかしい感じになっていくし、どっちかっていうと、壊す系？経済壊していく系の何かっていうのが、だんだん起きていく時期じゃないかなと思うんですよね。なるほど。まあよくね、スクラップ&ビルドなんて言いますけど、スクラップのなかなか大変な時期だと思う。で、6月の中旬って大きなスキャンダルが出てきそうな感じがするんですよ。大きなスキャンダル？それが表に出てきたりとか、あと外圧も結構強いような感じに出てるんですね。外国からの圧力？そう。だからこれ中旬ぐらいです。7月の中旬だから7月5日の4時18分がなんか、予言があるんだよね。辰木亮さんのだっけですね。とか、なんかいろんな人がそこがどうのって言ってるよね。で、7月の先生術的には12日前後かなとは思います。だからギリギリその辺でもおかしくないかなとは思うんだけど、どうなんだろうな。地震っていうよりは国際的な紛争とか、なんかそっちな気はするんだけどねと。あと、選挙。まあ、戦いっぽいようなイメージの方が強いっていう感じですかね。だけど、どっちかっていうと重たいのは、やっぱりさっきの5月の14日前後か、9月の6日前後、8月のもう終わりくらいから、起きてもおかしくないような状態になると思うんだけど、こっちの方がなんかね、俺はでかいような気がする。でかい、でかいっていうのはやっぱ規模的にも何かあるんじゃないかっていう。とか9月の15とか9月の上旬中旬とかの方が何かあるんじゃないかなって個人的には思ってます。なるほど、かなりこの辺いろいろ警戒した方がいいのかなと。僕はそう思いますけどね。なるほどね。この辺で世界でもなんかあるんじゃないかなと思って、その後にじゃあまともになろうよっていうような感じの流れが9月の下旬くらいから日本も世界もなっていくと思うんですよね。一旦ちょっと落ち着こうかっていう。ここでちょっと冷静になって、改めてちゃんとやっていこうよという流れが来るんじゃないかというのが9月の後半。なるほど。わかりました。じゃあその、秋から冬、年末ですかね、この辺にかけてたらどうでしょう。10月の中旬くらいに社会的なトラブルが日本だとあるのかなっていうこと。10月の12日前後かなっていうのと、12月の真ん中はやっぱりね、けど、まともな方向に行こうとしてても、感情のこじれとかいろいろあるじゃない。だから、やっぱり戦争とかナショナリズムの匂いっていうのは12月の中旬も15日前後とかも、結構そういう象徴になるようなことあってもおかしくないかなとは思っています。年始まで行くんだったら1月の11日くらいはなんか社会的なトラブルはありそうだし、1月の25前後は地震とかね、そういうのを警戒した方がいいんだろうなとは僕は思うけどね。なるほど。このちょっと1年をですね、ピンポイントで見ていただきましたけども、なかなかな体育館でも言いましたけど、本当にそういう年を象徴するような、そういう時期を象徴するような出来事いろいろありそうだなという感じではございました。ということで見ていただきましたけども、この1年の間で、ここちょっと気をつけた方がいいぞみたいなポイントってありますかね？やっぱり5月の中旬、14、5日というか、ここはやっぱり僕は災害とか、戦争に巻き込まれないようにっていうような流れだよね。あとは7月の12とか13とか、この辺も、微妙かなとは思う。あと、7月の7日は天王星が、双子座に移るから、西洋の人たちは多分風の時代なんだって言うと思う。ありそうですね。だから本当に風の時代になりましたみたいなことは、
起きるんじゃないかなとは思うけど、意識が変わったりとかあるかなと。あとはさっきも言ったけど、9月のやっぱ6日くらいかな。そこは、まあちょっとあるかな。あとは11月の終わり11月の終わり。終わり。これも、どっちかっていうと言論弾圧みたいな感じだと思うけどね。何かちょっと物が言いづらい。規制とかそういうのが進んだりとかっていう感じで大変ですよ。なるほど。1年通してはちょっといろいろありそうだなと。では、ここからは毎年恒例でございます。各分野ごとにですね、2025年どうなっていくかというのを伺ってるんですけども、まずは政治。ここまでももう散々いろいろ話してはいるんですけども、ざっくり政治どうでしょうかね。いやだからロシア、中国はじめとするブリックスとトランプさんみたいな流れっていうのと、従来的な G7 っぽい流れとかっていうのはまだまだバチバチで、ちょっとずつなんとかしようっていう動きはあるんだけど、なんとかしたくないっていう動きと、なんか綱引きは激しい年じゃないかなって思う。なんでかっていうと産業革命が起ころうとしてるから、そこでの派遣、やっぱりね、猿山のボスになりたい人たちって一定数生まれるんですよ。チンパンジーみたいなもんだから我々。だから、猿なんだよな。だからそういうよくわかんないけど支配だっけみたいな、支配というか自分の方がマウント取りたいとかいるでしょ、マウント取りたい人って。まあいらっしゃいますね。だから未だにそういう煩悩を克服できてない人たちが綺麗事で自分たちが管理してあげなくちゃダメだろうと思ってするわけですよ。で、管理してあげなくちゃいけないだろうっていうところでの対立が起きてるから巻き込まれなさんなっていう感じ。で、日本でもそうだし、日本も全然戦後体制が一番変わっていくようなスタートの年になるんじゃないですか。まあ実際ね、本当に選挙なんかもね、大荒れだった。だから7月また大きく変わるんじゃないかなと、参院選で。だけど、ナショナリズムとか煽るから、ちゃんとよく曇りなき眼で見てくださいっていう感じかな。選挙には行った方がいいですよ。選挙は行った方がいいですね、本当ね。続きまして、経済も荒れるよね。だってドルが結構きつくなってくのって25、26年ここら辺なんですよ。だからトランプになってどうなるかっていうことだよね。日本も影響を受けますもんね、当然。相当日本にとっては結構トランプさんに振り回される、トランプさんとか国際情勢ですよね、ブリックスの台頭とかそういうのに相当振り回される時期になるんじゃないかなと思います。なるほど。まあちょっとここまで重ための話題が続きましたが、エンタメの世界、もう楽しいんじゃないですか。特に春あたりはね、楽しいコンテンツ流行るんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。春あたり何か新しいコンテンツが出てくるんじゃないかと。なるほどね。まあ重い時代だからこそね、そういうところでちょっと心なんかちょっと癒されるようなコンテンツあると思いますよ。なるほど。まあちょっと春先注目ですね、そういう意味ではね。それからやっぱり美人な人とかがやっぱり流行るんじゃないかなと。どっちかっていうとやっぱ女性にスポットが当たる年っていうイメージありますけどね。女性活躍的な。わかりました。まあこれも注目でございますね。あと AI でものすごいの出てくるかも。AI でものすごいの。確かにもう進化が止まらないですからね、今ね。だから AI で映画とかね、どんどんみんな作り出すんじゃないかなとは思います。25年はね。AI で映画、もうそしたらもう映画配給会社とかじゃなくて個人でドーンとでかいのが作れちゃったりとか、個人でゲームも作るし映画も作るしアニメも作るっていうのがだんだん出てくると、今ももう出てきてるんだけど、もうちょっと精度の高いもの、お金取れそうなものも出てきて、それこそ権利問題とかいろんな議論が巻き起こるんじゃないかなとは思います。なるほど。止まんないけどね。止まりはしないけども、だけどもまあそこでやっぱりいろいろとこれはどうなんだっていう話もあるかもな、出てくると思います。なるほど。ではこちらもですね、毎年最近伺っております健康問題。相変わらずな気はするけどね。相変わらずというか、これはまだわかんないけど、時期としては怪しい星回りは出ていて、特に春からね、怪しい星回りは出ていて、2020年に近いような感じになったらとても嫌だなと思ってます。そうなんないでトランプさんになってどうなるのかなっていう感じですね。どこでそのディール交渉してるのかがわかんないので、占ってもいいかもしれないけど、トランプさんも結構大変そうなんですよ、1年通じて。トランプさんも大変そう。大変そうだから、まあ大変なんじゃないっていうふうには僕は思いますけどね。なるほど。まあ個々人気をつけるところはね、変わらずではあるかと思いますけどね。ここまでね、結構大きめのお話を伺ってまいりましたが、一般人、まあ我々の生活ですね。いや、それはね、もうちゃんと備えてくださいと。こういうちょっと怖がらせるような動画に今回なっちゃっ
ってると思うんです。そういう年だから仕方ないなって思うんだけど、南海トラフか首都直下地震とかっていうのはいつ起きてもおかしくないわけじゃない。だから、こういうのには備えましょうねっていうのはあるでしょ。それから、台湾有事とか、朝鮮有事とか、南シナ海の有事とか、それから、ロシアとも日本って接してますからね。アメリカも米軍撤退みたいなことトランプさんだったら言いかねませんから、いろんな有事に巻き込まれて、例えば台湾の海峡のあたり、シーレーンとか閉じられたら日本に食料が来ないとか、全然食料自給率低いですから、減反政策続いていて。だから、食べ物とかは農家と仲良くしておくとか、そういうのはもう普通にしてた方がいいですよと。だって荒れるんだから、これから7年荒れるんだから、別に、25年に限ったことじゃなくて、これから数年はそうしてた方がいいんです。いいんです。食料とかは相当セーフティーになった方がいいし、電気とかバッテリーとか買っておくとか、太陽パネルとか買っておくとか、やれることはやっていいんじゃないですかと、個人的には思います。あとはだって戦争か災害か、疫病でしょ。あと、金融崩壊、あとなんかあるっけ。まあでもそのぐらいじゃないですか。で、ドルも結構危ないから、お金は分散しといた方がいいよね。っていうふうにはやっぱり思いますし、エネルギーだって、それもホルムズ海峡さ、イランと戦争したがってるでしょ。トランプの第一次内閣に入りそうなのも結構、親イスラエルみたいな人多いですよ、というふうには僕は思いますよ。だから、常に警戒じゃないですかと。全然明るくないので、ちゃんとセーフティーに、準備しましょうと。アリとキリギリスに絶対ならないようにっていう感じですかね。で、荒れる時代ってギャンブラーにとってはいいわけですよ。一発逆転が狙える。だから10分の1になったり10倍になったりするから、そういうの好きな人にとっては結構山っ気がある人にとってはね、戦後一気に伸びてくる会社ってあるじゃない。ありますね。そう。だから、いよいよね、ガラガラポンが始まるんで、ガラガラポンの時にテンション上げられるかどうかっていうのも大事じゃないかなとか。思いますけどね。逆に平穏無事な生活を守りたいよという方は、それ相応の備えをしていきましょうと。そう。健康だったらビタミン D とかね、亜鉛とか大事じゃないですか。普通の話だと思います。はい。わかりました。そんなね、荒れる2025年、そこから先もね、数年続きますけども、この2025年のですね、占いのチャンネルでございますから、開運アドバイス。開運アドバイス？はい。ここまでね、備えあれば憂いなしというお話は、確かにしていただいたんですけども、開運っぽいなんかアドバイスをちょっといただけると。もし、この24年が、調子が悪かった人は、白っぽいものとか身につけた方がいいと思いますと。なるほど。逆に調子が良かった人は、緑とか青とか、身につけたらいいんじゃないかなとは思います。なるほど。そういった色を、ラッキーカラーとして。取り入れていくっていう。そう。なるほど。こういうことでいいのかな。これですよ。こういうの多分ね、やっぱり手軽に、もちろんね、その備えとかももちろん大事ですけども、やっぱりちょっと占い的にね、ちょっと守ってもらうじゃないですけども、そういうの多分求めてる方もいると思いますので。あと、見通しだし、弁天さん行くとか？弁天様、蛇はそうですもんね。使いですもんね。なるほど。お稲荷さん行くとかはいいんじゃないかなっていうふうには僕は思いますけどね。確かに。神社系のね。神社系の、なるほど。ということでございまして、2025年、その先まで含めてね、風の時代も含めてちょっといろいろお話をしていただきました。ありがとうございました。最後にちょっと水森先生から、ここまで散々ね、もう話していただいたんですけども、これご覧いただいている方にメッセージなどありましたら、お願いできますでしょうか。ちょっとね、怖がらせるような内容も入ってたような気はするんだけど、時代の変換点ってそんなもんって言ったらあれなんですけど、じゃあ、戦前占い師は何を言うだろうかとか、幕末占い師は何を言うだろうかとか、考えるわけですよ。みんなリスク取らないから言わないし、やたら煽る人もいるし。だけど、人間そんなにできることってなくて、逆に極限状態にならないと人って魂が活性化しないというか良心が目覚めないとかなんかあると思うんですよ。だから僕はいい時代になるんじゃないのとは思います。自分もね淘汰されちゃう可能性はあるんですよ。だけど楽しく最後まで笑いながら、乗り越えていけばいいんじゃないかななんていうふうにも、バラー角には服が来るみたいな感じの信じて僕は行こうと思いますけど、皆さんはいかがでしょうかっていう感じです。はい。わかりました。夜明けの前が一番暗いなんてのも、ね。そう。いい時代になると思うよ、俺は。その後ね。ということでございまして、2025年の予測ということで、お届けしてまいりました。この他にもね、2025年のですね、動画ですとか、毎週の週間占いランキングなんていうのもやっておりますので、この動画気に入っていただいた方は、高評価、
コメント、そしてチャンネル登録の方、よかったらよろしくお願いいたします。では、皆様、2025年、何卒良き年になりますように、お互い頑張っていきましょう。ということで、本日ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を明けましておめでとうございます。本年もよろしく。